はい、ボノボの研究をしている横山拓正です。今日は私が調査をしているコンゴ民主共和国のワンマにおけるボノボと村人との関係についてお話をします。ワンマでは約50年以上も野生ボノボの調査が行われていますが、ワンマの村人とボノボたちは一緒の森に暮らしており、特徴的な習慣や文化が見られます。今日はそんなワンマの村人たちとボノボとの関係性について紹介します。まずワンマの村人とボノボの関係について話す前に、日本人と猿との関係について話したいと思います。日本といえばニホンザルになりますが、私たち日本人は古くからニホンザルと関わりを持って生活しており、ニホンザルと人との関係性を表す習慣や文化などがあります。例えば昔話を見るとサルカニ合戦が挙げられます。ご存知の通り、サルカニ合戦ではニホンザルが悪者として描かれています。一方で昔話の桃太郎では猿が桃太郎の味方として描かれており、サルカニ合戦とは対照的なニホンザルの姿が見られます。現在の日本においては、南は屋久島から北は下北半島までニホンザルは広く分布していますが、田舎に入れば比較的簡単にニホンザルを観察できると思います。例えば私は岐阜の田舎出身でしたが、冬前になるとニホンザルたちが人里に降りてきて畑や民家を荒らしていく姿もよく目にしており、人とニホンザルが敵対的な関係にあったと思います。一方で長野県の地獄谷では温泉に入るニホンザルが有名で、ニホンザルと人が友好的な関係にあると考えられます。このように日本で考えるだけでも、歴史やその時代、地域の違いによってニホンザルと人との関係が様々な形で表現されている、現れていると思います。さて今日の本題、コンゴ民主共和国のワンマにおけるボノボと人の関係について紹介したいと思います。50年以上も継続的なボノボ調査が行われているワンマですが、昔からワンマの村人たちとボノボたちは森を共有して良好な関係を築きながら生活をしてきたと言われています。私たち日本人が日本の田舎でニホンザルを観察できるように、ワンマの村人たちも森でボノボたちと出会うことがあります。こちらが実際にワンマの村人たちとボノボが森で出会った時に撮影した動画なのですが、ボノボたちが森の資源を利用するのと同様に、ワンマの村人たちも山菜をはじめとする食料を採取するために森を利用します。このようにボノボとワンマの村人たちは同じ森を利用して生活をしているので、偶然森の中で出会うという場面に遭遇することがあります。さらにワンマにはボノボと人は兄弟であるという伝承があります。ワンマの民話ではボノボは喧嘩別れをした人の兄弟であると伝えられているため、ワンマには今もなおボノボを狩猟しない、ボノボを食べない習慣があります。また野生のボノボはコンゴ民主共和国に広く分布しているのですが、ボノボを狩猟しない、食べないという習慣や文化はワンマ以外の地域でも一定数見られるようです。私自身は現在野生生物保全についての研究を行っていますが、このような地域住民の習慣や文化を尊重しながら絶滅危惧種であるボノボの保全につなげていきたいと思っています。はい、今日はワンマにおけるボノボと人の関係について紹介をしました。日本ではニホンザルと人、コンゴ民主共和国ではボノボと人の関係があるように、多くの国で猿と人、あるいは類人猿と人との関係性が様々な形で現れている、表現されていると思います。ぜひ皆さんの国における猿と人との関係についてコメント欄で教えてください。